11月25日リセンヌがブルームでカムバックしました。待ってた。ブルームはリセンヌのサードミニアルバムリップボムのタイトル曲で、11月6日にはもう一つのタイトル曲ハートドロップを先行公開シングルとしてリリースしており、本アルバムリップボムはブルームとハートドロップのダブルタイトル曲となっています。はい。リセンヌは、音の香りというのが、グループコンセプトになっているんですが、今回のアルバムリップボムは唇のケア製品であるリップバームと、爆発の擬音ボムを組み合わせた造語がアルバムタイトルとなってて、弾ける香りと心地よいテイスト、保温や保護のような優しさに包まれる複合的な意味が込められています。またアルバムはそのリップバームにもフレーバーとしてよく使用される香りの強い果実ベリーがアルバムのメインテーマとなっていて、収録曲では、先行公開曲のハートドロップがクランベリー、タイトル曲のブルームがブラックベリー、ラブエコーがラズベリー、ハロー XO がストロベリー、 MVP がブルーベリーと、それぞれに5種類のベリーが割り当てられており、アルバムはそれらが持つ色と魅力を組み合わせて完成した香りとなっています。はい。アルバムの説明、プレスリリースとしては、5つのベリーが1つになり、より濃厚で豊かな香りとなり、自分を信じて咲き誇る私と私たちの旅路、そして皆が待ち望んだ瞬間に向かって明るく輝きながら進み、それぞれの心が触れ合う真心の瞬間を歌うアルバムと説明されています。タイトル曲ブルームのミュージックビデオではシネマスコープ、シネスコと呼ばれる通常の16対9よりもさらに横幅が広い、臨場感を感じられる画角サイズで、アルバムテーマのベリーをみんなで口にするところから始まります。シーンはちょっと前後するんですけど、小部屋、壁にある小さい小部屋から見つけたネックレスの中にあった、謎の言語のメッセージを見つけたリセンヌの5人が、動物に扮して部屋を抜け出して、洗濯機を積んだトラックに忍び込み旅に出ます。ストーリーは明確なものというのがあるわけではないんですけど、おそらく、香りという禁断の果実、ベリーの味を知った5人の可憐な少女が幽閉されていた部屋から飛び出して香りに導かれながら自由を求めて旅に出る様子が描かれているものと思われます。途中その焼けた穴みたいなのを見つけて、落雷にあったみたいな草原で焼けた穴を見つけて、ゼナが拗ねてこう走り出してしまうシーンもなんかネックレスを投げつけてあれ本当に壊しちゃったらしいっていうそういうシーンもあるんですけど、その直後に古ぼけた過去の記憶のようなシーンが描かれて、でその後に全力ダッシュからのハグが描かれてました、だから衝突から絆が復縁する様子が描かれてるっていうことも含めて、光や香りに誘われる5人の少女とラストにたどり着く花火が、リセンヌのこれまで、デビューから現在に至るまでの童貞旅路が描かれているような MV となっています。なるほど。だからストーリーとしてはそのアルバムの説明をそのまま描いてる部分もあるんだけどね、だから洗濯機とか、シャボン玉とか、あとはネイルを塗ってるシーンの窓から光があったりするみたいなところとかは、そのリセンヌが扱ってきたテーマが結構凝縮されてるシーンかなっていう気はします。そういう MV なんですけど、楽曲の方のブルームは、自己への信頼と希望のメッセージを込めた曲で、自ら信じて光を放ちあらゆる瞬間の主人公として咲く勇気を歌っていると説明されてまして、楽曲の印象としては、その上昇するメロディーと拡張するサウンドが感情を高ぶらせ、爆発的なクライマックスが感動とエネルギーを与えるエモーショナルな曲となっています。特にユニゾンで美しいハーモニーを見せるサビでは、リセンヌが誇るボーカルライン、南とビブが担っているナルケオネ、私を目覚めさせるという和訳がありますけど、それのソロパートが、そこだけはユニゾンじゃないというか、アドリブっぽく入ってくるっていうところがあるんですけど、そこが特にこう鳥肌と涙腺を刺激するような高揚感がある場所だなっていう印象があります。後ろからこうひょいっと顔を出して、歌うところね、あそこの表情とか仕草とかも含めてこうすごく上がるシーンというか、この曲をエモーショナルたらしめてるのは特にあそこかなっていう気はしますけど、同感で先行公開曲のハートドロップでは、ビートとリバーブが調和したような UK ガラージっぽいトラックとなっていて、ミュージックビデオでは監視カメラや自撮りに近い拙者のアングルで都会的でクールというブルームとは真逆のサウンド、印象を残しました。ということで我らがリセンヌ、リマインチャンネルと言ってもいいリマインチャンネル我々にとっても待望となったリセンヌの看板はいかがでしたか？リセンヌってさ、よく韓国のアーティストに就職語としてつくさ、信じて聞く〇〇ってあるじゃん、あれってまだついてないんだっけ？まだついてないんじゃない？まだついて、もういいだろ
ついても評価してるのが我々とイズムだけみたいなところはなくもいや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 そんなことないでしょ。そう評論してるのがね、あまあまあね、いいグループだよとか可愛いとかっていうそのお褒めの言葉は当然たくさん届いてるけど、メディア化してる人がそんなに多くはないという、うちらだけってことは当然ないんだけど、方々で評価されてるっていうところはまだ正式なメディアとしてはあまり成立してない部分があるから、そういうのがまだつきづらいっていうところはある。まあでも、まあ、ずっとこうリセンヌいいって言ってる人たち、もうそれこそデビュー時からとかはまず可愛いっていうのもあるし、曲がいいよねっていうのは大体これセットなんだよね、っていうのもあるから、今回のカムバも含めるとあれまだついてないんですかっていうそれこそ感じ、それだけには収まらないっていう評価なのかもしれない。なるほどね、他にいろいろ強い意味があるっていう、聞く以外の要素多すぎるだろう。まあまあそうです、特にビジュアルがね、ちょっと手がつけられない感じがあるのでいやだからまず順番にいくとハートドロップに関してはこれまでまだ見せたことない2000の、まあブルームはむしろ今までやってきた曲の違う形という印象はあるけど、ハートドロップに関しては聞いたことのないというか、タイトル曲では聞いたことのない形っていう印象はあるけどね、そうだからエモいとか可愛いとかっていうのはあったけど、クールなリセンヌっていうのをここで初めて見せたなっていう感じがして、それは曲調もそうだしファッションコレクションとかを見てるような MV でもあったし、曲もそういうところでかかってそうな感じだったし、だからこれ先行公開曲かっていう感じで驚きもあったし、まあ MV に関しては言わざるを得ないけどビジュアルがすごかったですね、っていうのもだって普通だったらすごい白飛びしてるシーンとかさ、光がバーンって当たってメンバーの顔が見えないとか、終盤とかなんてまあそれはさっき説明あったけど監視カメラとかさ、ざらついた映像とかさ、ああいう見せ方をしたらメンバーの顔って分かんないわけじゃない、分かりづらいっていう分かんないってことはないけどそのまま出さないと思うけどそうだけどあの見せ方ってリセンヌだから OK なんだなみたいなさ、白飛びしても大丈夫っすみたいな、ところだから、そういうところはハートドロップで改めてやっぱりリセンヌすげえって思ったし、でブルームの方も曲的にはハートドロップとのギャップがものすごくあるんだけど、言ってしまえばちょっとデジャブの系譜というかさ、そういうエモいところもあるし、まあこっちがだからリセンヌの王道スタイルってことではあるよね、そうすでにリブ・ミナミの名前出たけど、今回一番なんかやっぱりその2人のこのボーカルラインの力強さとかがすごい際立ってたなと思って、まずそこが強烈だったなっていうのもあるし、かといってじゃあその2人だけが目立ってるのかって言ったら全然そんなことはなくて、他の3人も要所要所でやっぱりそのメインになる箇所っていうのがあるから、特にリセンヌってやっぱり生歌っていうかさ、動画コンテンツでも生歌で披露する動画って結構多いじゃん、だそういうところで力を入れてきて、まあ、いわゆるコーラスグループとしてのこう質がどんどん上がってきてる、まあもうほぼ完成してるんじゃないかっていうぐらいでもあるし、中でもそれこそグローアップ以降かなにめいちゃんの声っていうところがより強くなってきてるっていうかさ、彼女の声を生かすパート割りになってるなと思ったから、それによってそのリセンヌのその5人5色じゃないけど5つの香りと言ってもいいのかもしれないけど、そういうところがなんかこうより洗練されたっていうか底上げされたって言ったらいいのかなって言ったらいいのか、とにかくまあだからその声だけで言ってもすごいバランスのいい感じだから南リブに引っ張られてたボーカルっていうところがメイちゃんを筆頭に、まあ、俺は特に今回に関してはゼナがすごくセンターを務めてた、歌い出しも務めてたっていうところで光るところがあったなと思うけど、3人が実力を上げてくることでグループ全体としてのボーカル力が増したっていう印象が、メイちゃんは筆頭によく感じられるってこと、その通りですまあ、あと MV もねやっぱり色味とかさ、光の当て方とかもそうだけど、その弾けるような感じとかその花が咲くような感じとかっていうところもあるんだけど、やっぱりこうデジャブにもあったようなちょっとだけ切ない感じ、だから過去をこう思い返しちゃうような見せ方っていうところもすごい良かったし、まあ最後もさ花火っていうところはベタなんだけど、ちゃんとその最後にこう花開くみたいなところを花火で表現してるわけじゃん、だからその展開とかっていうのも良かったし、あとなんかメンバーがさそれこそさっき動物のさ何ですかあれマントですか、動物のふりをするというかカモフラージュ的な部分でね、そうだけどギリースーツみたいな感じだとそうそうあれもすごい可愛いんだけどさ、それこそメンバーが走るとこあるじゃん、それぞれ走ってる場所が違うんだけど、ウォニーだけあれをかぶって走ってる、俺はウォニーにあれをやらせたのがなんかぴったりというか、まあ、最初も部屋から抜け出すときにウォニーがこうそーっと抜け出すところでそこでかぶってるシーンがあるし、しかもあれなぜか動物3種類なんだけど、はい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 、猫と狼とフクロウ、メイちゃんだけフクロウでそう
猫と狼22っていうちょっとよくだから多分買ってきたものだとは思うんだよね、うんうん、あれのためにあつらいだわけじゃないと思う、うん、まあそれにしてもやけに似合ってるなとなんで一人だけ猛禽類なんだろうみたいなねでもあるけど、でもオニーはもちろん最年長でリーダーなんだけど、うん、一番無邪気な子でもあるから、うん、なんかそれが狼をかぶって走ってるのがすっごい可愛らしくて、なんかそこにもキュンときちゃったし、うん、まあところどころの見せ方の強烈さ、めいちゃんが振り返った時にさちょっとフレア入るとかさ、うん、あそんな見せ方されちゃったらもうどうしようもないわみたいなところもあるし、まあ私個人的にはリブメイ推しなんですけど、うん、今回ちょっとねみなみちゃんはね一番やばかったですね。やっぱ栗毛色の髪と、うん、そのちょっとかかったウェーブと、まあ、ダンスシーンで着てるオレンジ色のカーディガン、うん、ああいう暖色の似合い方はちょっとえぐいなっていう感じはするよね、うん、そう実際だって間近で見たしお話もさせていただきましたよ。いやでもその時より変わってしまってるってことなんじゃないの。そうか。いやだからあれと思って、うん、ここに来てまたさらにビジュアル上がることとかあるんだと思って。いやいやまだまだあるちょっと俺直視できないかもしれないって思ったぐらいに、うん、ちょっと今回のみなみちゃんはね相当やばかったですよね、うん、いやだからもう最初にまず曲を聴いた時にやっぱりリセンヌってすごいなって思ったし、うん、MV のシーンに関してもそうだし、うん、あとやっぱりまあさっき言ったように生歌の動画コンテンツ今回はたくさんあるから、うん、なんかそういうところを見るとよりコーラスグループとしてどれだけすごいのかっていうところも分かると思うし、あとやっぱり当然 MV だからさダンスシーン少ないじゃん。俺ダンスもすっごい好きでさ、うん、特にシャッターを切ったようなとかウインクしたようなところのやつ、ね、そうそうそう、うん、あれもすごい可愛いしね。あと最後のウォニーが言った後になんかバチーンみたいなシーンがあるんだけど、5人が斜めになってる、あそこは MV だとちょっとね前半がちょろっと切れてる、うん、でもあそこはやっぱり上がるシーンっていうか、うん、あそこは何度聞いてもいいなって思ったし、うん、とにかくもう見どころ聞きどころ、いやもうね完璧でした、まあ、ビジュアルは特に、まあ、ウォニをヒットにいいっていうのもあるし、まあ、メイジャーはボーカル力が上がってるっていう話もあったけど、今回も振り返るシーンとかサムネのセンターで一人だけこっちを見てるっていう、そういうアイキャッチ的な部分を相変わらずご担当されてましたまあそれでいて他のメンバーのビジュアルもいいなっていうのも当然あるんだけど、特にだからまあリセンヌの王道ではない曲の見せ方をしたハートドロップは、まあああいうファッションコレクションのランウェイ的な見せ方をするっていうところも含めて、あれをなんでやってるかっていうと、多分その UK ガラージっぽいサウンド、要するにまあハウスっぽいサウンドから発生して、多分そこからあれを作ってると思うんだけど、あれがそれっぽく感じるっていうのは当然ああいうゼナがポーズ取ってたりとかそういう動きが実際あるからってこともあるんだけど、そのランウェイでなんでああいう曲が使われるかっていうとさ、単純に没入感があって被写体に集中できるからなんだよね。要するにもっとエモい曲だと曲に集中しちゃったりとか他の要素が気になってしまうんだけど、ああいう曲にすることで曲はかかってるんだけど、要するにまあ雑音も消えて、だからそのモデルさん服っていうことに集中ができる曲っていう。でそこでリセンヌは顔を見せたわけだよね、服の代わりに。それを見せるやり方っていうのは曲から着想してる部分はあるとはいえ、このビジュアルの仕上がり、南がちょっと前見た時ともうだいぶ違うんですけどみたいな感じもそれが実際リセンヌにも起きてるってことだし、それを事務所側も把握して今この見せ方、顔の見せ方、ビジュアルの見せ方だっていうところをやったってことだし、まあだからブルームのタイトル曲の方ではいつものリセンヌの今を見せたいけど、もう一つの側面のリセンヌの今ビジュアルがこんだけ仕上がってきてますよって見せるところでハートドロップを使ったのかなっていう印象はあるかな。顔コレクションやったってことね、だからそこでこうイメージというか見せ方を2つ全然違うのを見して、それをできる実力っていうボーカルグループとしての実力みたいなのを2パターン見せるっていうやり方をしたのかなと思います、まあ、これが見せれるってことがリセンヌがどんだけすごいかというか、我々が推してる理由もすごく詰まってると思うし、人気が急上昇してるっていうことの証とも取れる部分はたくさんあるかなと思うんですけど、まあ、まとめとして言いますと、リセンヌはこれまでの初動で3万枚4万枚8万枚と、まあ、順調にキャリアハイを更新してきたんですけど、まあ、今回のカムバックでついに初動が10万枚という、まあ、人気グループの証ともいえる数字を記録したことで、まあ、名実ともに人気グループの仲間入りを果たしました。おめでとうまあ、ミュージックビデオもハートドロップは1600万回を超えて、ブルームは2300万、まあ間もなく2400万というところなんですけど、と、まあ、これまでのタイトル曲も1000万はそのヒット曲のボーダーと言われる1000万は突破してたんですけど、それらを大きくしのぐ数値となり、まあ、明らかな躍進を見せました、まあ、ただアイドルというか、まあ、中小のグループ、まあ、リセンヌは小の中の小なんですけど、事務所のザ・ミューズを含めて売れてしまったことを実感するために最も必要な音楽番組での1位は今回は果たせなかった。
ということで、まあだから今ちょっとリアクションしてましたけど、日韓問わず対面系イベントに足しげく通ってたチェンさんを含め、それこそお互いが主人公だったりキュウリマインにとってはついに手の届かない存在になってしまったっていうことになりそうってことではあったんですけど、なんとかその音楽番組の1位がなかったことでギリギリ踏みとどまりましたまあそれだけでなってないとは言えないんだけどね、本当、ただもう大爆発一個手前で耐えれたっていうところではあるんですよ。踏みとどまったと、ただまあだからこのタイミング、今回のリプボムでのカムバックっていうのは人気になる前からリセンヌを推してたよっていう、そういう古参マウントが取れる称号が手に入るラストチャンス。そうかそうか、ギリまだだからまあリセンヌを推すなら今しかないということでもあるんですが、というのもリセンヌは今回のカムバックでおのずのキャリアを振り返るようなやり方をデビューから通してまあ初めて見せたっていうことなんですよね。まあ、今回もだからそのシャボン玉とか、まあ、あと光っていう今までアルバムごとに扱ってたテーマをまあ1曲の中に落とし込んだっていうことのやり方を今まではやってなかったんですけど、まあ、アルバムコンセプトとなってる化粧品とか果実の香りっていうのも、まあその元々持ってる音の香りっていうグループコンセプトを鑑みれば最もジャストアイデア、まあ、オーソドックスなアプローチとも言えるわけで、まあ、このことからザ・ミューズの代表で、まあ、リセンヌのプロデューサーでもあるイ・ジュホンはここまでを、まあ、リセンヌの第一章として考えてたんじゃないかなと思います。でその振り返りを見せるってことと、まあ、最も最初に思い浮かびそうなアイデアをこの現時点でいう一番最後に持ってきてるっていうことを考えると、ここまでを一つのパッケージとして、まあ、リセンヌが人気こう売り上げを記録する成長曲線の想定としてこういうものを描いてたんじゃないか、予定表として青写真として作ってたんじゃないかなっていう印象すら残るかなっていう感じではあるんですね。だからその人気爆発一個手前っていう話をしたんですけど、もちろんこの後にまあ人気やセールスが落ち込む可能性もゼロではないんですけど、リセンヌには他の K-POP グループにはない、まあ、強みと隠し玉があります。まあ、強みの方で言うとそれは清純派であることですね。まあ、今や K-POP で清純派はまあ希少で、まあ、リセンヌほど売れているグループの中ではリセンヌ以外が見当たらないという状況ですね。全くいないということは言わないですけど、リセンヌと同じぐらい以上売れているグループの中でリセンヌだけと言ってもいいかなと思いますし、それでいてプロデューサーのイ・ジュホンが見せ方楽曲を決して間違えないという。それはまあ確かに、なんていうかな、ある種のジャンル的なところを作ってきたグループが迷走したりとか落ち込む時っていうのはこのやり方を間違える時っていうのがあるので、これに関してはイ・ジュホン代表の手腕は正直かなり信頼していいと、その信頼して聞くグループとはまだ呼ばれてないかもしれないけど、信頼できるプロデューサーがいるグループっていうのは称号としてつけてもいいというか、そういう肩書きがついてもいいかなと思います。だってキャリアを考えたらグループによっては割とここら辺のタイミングでっていうさ、変な方向に行くパターンもよくあるじゃん、それがもうしっかりちゃんとこうまっすぐ来てるっていうね、だから土地狂うことはないはずですでまあだからそういうグループのジャンルとしてすごくいい強み、独自性があってそれを支える確かなプロデューサー裏方がいるっていうこともが最大の強みなんですけど、それでいてリプボムが、まあ、さっきスタンダードなオーソドックスなアイデアっていう話はしたと思うんですけど、音の香りから連想される最もオーセンティックなアイデア、香水、パフューム、フレグランスという大きな手札をまだ披露していません。そうか、そうか石鹸とか今回のベリーとか、だから香水使ってないのか。そう、我々がグループ紹介の動画で最初に小芝居を入れたんですけど、それの実は想定はそこだったんですよね。でもそれを本家の方というかのリセンヌは実際はまだやってないんですよね。しかるべきところに出す手札だっていうことをっていうのは間違いなく持ってると思います。まあデジャブも森の香りとか、まあ、いわゆる香水に使われるものっていうのはたくさん出て、石鹸の香りとかも含めて使われてるんだけど、それをアルバムのメインテーマに据えるってこと自体がまだしてないので、そこはここぞっていう時にぶち上げてくるんじゃないかなと、まあ、温めてるんだろうなと思っています。次かということで、まあ、リセンヌは今本当に水際なんですよねまあもちろんネガティブな意味ではない方で、まあ、人気が溢れ出しそうで決壊しそうなほどビタビタでまあ表面張力でギリギリ耐えてるという感じで、まあだから桜で言えば九分咲きで、まあ、パッと見は満開なのかわからんっていう状態なんですよだからほっといても人気グループになってしまうのは明白なんですけど、まだリマインになってない人に言いたいのはリセンヌの開花は今しか見れないってことです。本当にそうだよね、人気グループになってしまうと
開花っていうのは見れないんですよね。もうだって開いた後だもんね。そうそうそう。